皆さんこんにちは、うつべんちです。今回は18号プログラムの補足と Q&A ということでお話をしたいと思います。18号プログラムを YouTube でお伝えしてから多くの方にご利用いただき成果を出していただいております。非常に嬉しく思いますが、一方で皆様からのご質問も多く出てきています。そこで今回はいただいたご意見やご質問、18号プログラムを行っていただいている YouTuber 様へのコメントに寄せられている内容を補足および Q&A としてまとめさせていただきます。こういったご質問で僕のチャンネルにコメントいただいている場合は個別でお返事をしていますが、改めて動画で共有します。今回ご紹介するご質問の中には LINE 公式アカウントでご質問いただいている内容も含みます。18号プログラムの具体的な取り組み方に関してはこちらの動画をご覧ください。このチャンネルではベンチプレスが強くなるための情報を発信していますので、気になる方はチャンネルページに遊びに来てください。役に立ちそうだったらチャンネル登録をお願いいたします。 YouTube の動画ではわからないをわかるにすることを目標にしています。うつべんち LINE 公式アカウントでは500名以上の方に無料でメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談を実施しています。メニュー作成では基本の18号プログラムに加えて応用の18号プログラムなども行っています。今回のご質問の内容は応用編に含まれることも入っていますね。3ヶ月以上18号プログラムを続けていただいた方のマックス更新率は 90% 以上となっていますので、よろしければ概要欄からお気軽に友達追加メッセージください。こちらの LINE 公式アカウントではわかるをできるにすることを目標にしています。YouTube と LINE を活用していただくことで、わからないがわかるに、わかるができるになるように設計しています。これに加えて YouTube の文字起こしプラスブラッシュアップのブログもやっています。YouTube の動画は変更できないんですけど、ブログは追記ができるので説明が足りなかったなと思った部分の説明を追加しています。今回の補足や Q&A もブログの中にまとめています。よろしければベンチプレス研究所と検索して遊びに来てください。それでは本題に入りましょう。18号プログラムでわからないことが出てきた場合は、うつべんち LINE 公式アカウントでご質問いただくか、コメントでご質問いただければなというふうに思います。ではまず補足事項からです。18号プログラムでは10レップセット、8レップセット、5レップセットをそれぞれ失敗するまで行いますが、この失敗という言葉に少し語弊があったように感じています。10レップセット、8レップセット、5レップセットが上がらない場合は潰れるまで行うのではなく、フォームが崩れない範囲で限界までレップを行うか、10レップセットの場合は8レップまで実施する。8レップセットの場合は5レップまで実施する。5レップセットの場合は3レップまで実施して終了してください。失敗という言葉は必ずしも潰れるということではなくて、プログラムのレップ数が正しいフォームでできなかった場合も含みます。結果的に潰れてしまうということはあるんですけれども、意図的に潰れるまでは行いません。フォームを崩しまくって潰れるっていうのは怪我のリスクが高くて悪いフォームが癖になるのでやめましょう。ただし場合によってはフォームが崩れるか崩れないかのギリギリのところを攻める必要っていうのは出てきます。トレーニングを行っている以上、怪我のリスクっていうのを 0% にすることもできません。時には必要なリスクを取って攻めることは必要ですが、不必要な攻め方は推奨しません。この辺のさじ加減っていうのは非常に難しいところで、一概にこの時はこうというふうに言えるものではないというところはご了承いただければと思います。メニュー作成とか100キロ達成コースとか120キロ達成コースではその辺を見極めながらメニューを作成しているという感じです。ここからは質問事項です。質問1つ目。スタート重量をプラス 2.5 キロずつ上げていくと、いずれ10レップが上がらなくなってしまいます。この場合はどうしたらいいですかというご質問ですね。これはうつべんち LINE 公式アカウントにも来ている質問で、他の方の YouTube でもコメントが入っていた質問、疑問点です。マックス重量の更新にスタート重量の重量追加が追いつかないので、10レップセットができなくなるというご指摘もありました。10レップセットが1セットもできないほど限界まで重量が上がってきたら、現在のマックス重量でスタート重量を再計算してください。そこから再スタートしてまた1周ごとに 2.5 キロずつ重量を足していきます。この繰り返しです。また18号で10レップセットが難しくなってきた場合、マックス重量が100キロ以上の中級者の方は853プログラムに移行してもいいと思います。
つまりスタート重量が8レップからになるということですね。10レップがほぼ限界の重量からスタートしてすぐ8レップに移行するという形です。18号プログラムと同じ要領で3レップセットまで行うことでピーキングのような運用ができます。ただちょっと時間はかかりますけどね、1ヶ月ぐらいはかかると思います。このやり方は初心者とか初級者100キロ以下の方にはお勧めしていません。質問2つ目です。5レップセットがギリギリになってきて5レップが上がらない場合はどうすればいいですかというご質問ですね。これはサイクルの終盤で5レップになって最終的に 5×5 になるんですけども、その5レップが上がらないときはどうするのかということですね。この場合はフォームが崩れないように3レップまで行ってください。つまり限界ギリギリの5レップセットは3レップ ×5 セットになる可能性があるので、18号プログラムは正確には1853プログラムになります。質問3つ目です。初心者で怪我が怖くて5レップセットができないんですがどうすればいいですかというご質問ですね。18号プログラムの5レップが怖い場合、重量が重くて怖い場合は12、18で実施してください。運用方法は18号と全く同じです。これは高レップ帯を鍛えたい方にも同じことが言えます。また女性の方でメニューを作成させていただいている方や本当に始めたばかりの初心者の方は12、18でメニューを作らさせていただいております。質問4つ目です。18号プログラムの後に3レップを取り入れて1853プログラムにしても良いですかというご質問です。これは先ほどの説明とも少し被るんですが大丈夫です。応用はいくらでもしていただいて構いません。なんなら12、1853プログラムでも構いません。ワンサイクルは長くなっちゃいますけどね。ただ80キロ以下の方、100キロ以下の方に低レップセット、3レップセットとかはあまりお勧めしていません。100キロ以上の中級者以上の方は行ってもいいと思います。ただし先ほどもご説明しました通り18号プログラムは5レップ帯でギリギリになると必然的に3レップ ×5 セットになるので3レップセットも含まれています。質問5つ目です。18号プログラムを応用して853プログラムにしてもいいですか。前述の通り少し高重量帯で練習したい場合は853でもいいですし543でもいいですし642でもいいと思います。あくまで全ての人におすすめなのが185プラストップシングルの組み合わせですが、高重量帯が強いとか得意な方や体に合っているという方がいるので、これは必ず個人差というものがあるので最終的にはご自身に適切な組み方を行った方が良いです。全身性過負荷の原則とピリオダイゼーションの考え方を崩さなければある程度の効果は出ます。ただし高重量低レップが得意だと思っている人の中には実は低重量高レップが苦手でそこがボトルネックになってマックス重量が伸びない、そこを強化するとマックスが伸びていくという人も多くいます。これはこれまでのメニュー作成のデータからも顕著に現れています。なので高重量帯が強いとか得意とか体に合っているというふうに思っているのか、それが事実なのか、それとも避けているだけなのかというのは適切に判断しなければなりません。その判断が非常に難しいので185、場合によっては1853をお勧めしています。これであればトップシングルを加えて10レップから1レップまで一定のルールに基づいて機械的にトレーニングを行うことができます。好みや偏った考え方が停滞の原因になることもあるので注意しましょう。質問6つ目です。フォームを崩さないでできる範囲だと負荷が軽すぎますというご質問ですね。おそらくある程度の重量になるとフォームが崩れてしまうのでそこでやめてしまうと負荷が弱すぎるという意味でしょう。これは負荷が軽いことが問題なのではなくて負荷が大きくなってくるとフォームが崩れてしまうということに問題があります。フォームを崩してあげるということは重さを逃がしているということです。重さを逃がさずに上げようとすれば負荷は小さくなりません。自分にとってギリギリの重量をフォームを崩さないで上げるようにフォームを維持する練習をしましょう。質問7つ目です。プログラムのスタート重量を計算して18号プログラムをスタートしましたが初回から10レップセットが上がりません。8レップに移行した方がいいですかというご質問です。これは10レップセットあまりやってこなかった方からのご質問ですね。高レップに必要な筋持久力が不足しているものと考えられます。
この場合は失敗した重量からさらに10キロ引いてプログラムを再スタートします。低重量高レップ帯が弱点の可能性がありますので、10レップセットだけを2、3周することも検討した方がいいかもしれません。8つ目の質問です。18号プログラムはスクワットや他の種目には応用可能ですかというご質問ですね。これは現段階で実績として公表はしていないんですけど、853でスクワットに取り組んでいただいているケースや、185でオーバーヘッドプレスに取り組んでいただいている事例が10件ほどあります。データとしてしっかり揃っているわけではないので、現段階では公表していませんが、取り組んでいる方はいらっしゃいます。質問の9個目です。好きなだけインターバルが取れない場合は、プログラムはできないですかというご質問ですね。インターバルが自由に取れない場合は、取れる範囲でインターバルを取っていただいても大丈夫です。3分でもいいですし、5分でもいいですし、本当に時間がなければ1分でも構いません。その範囲でできるレップマックスを更新していくことを目的にしてください。インターバルの時間を一定にするということにこだわらなくていいです。質問の10個目です。このプログラムは毎日行っても大丈夫ですか？これは大丈夫です。ただし、怪我をしない範囲のボリューム設定にしましょう。週あたりのセット数の基準を15セット以上というふうにしてますので、週6日プログラムを行う場合は1日3セットからスタートして1サイクルごとに1セットずつ追加してください。週30セットまで上げたらしばらく体を慣らして、それ以上セット数を上げても大丈夫か様子を見てください。怪我しない範囲で練習量は多い方がいいです。ただしセット数の増やし方は全身的、つまり少しずつにしましょう。質問の11個目です。このプログラムは週1回でも効果が出ますかというご質問です。基本的には週3回以上を推奨しています。週2回で取り組んでいただいている方のマックス更新実績はありますので、週2回までは効果を確認しています。週1回は基本的にお勧めしていませんし、実績としてもありません。12個目のご質問です。体調不良や予定が立て込んで2週間ほどトレーニングができませんでした。18号プログラムは途中まで進んでいましたが、どうすればいいですかというご質問ですね。この場合は10レップセットのスタート重量から再スタートしてください。体を慣らしていくのと感覚を取り戻しましょう。進めてきたトレーニングが無駄になるのでもったいないと感じると思いますが、全身的に少しずつトレーニングを進めていくというのが原則です。急進的にトレーニングを進めると結果的に重量が伸びない原因になりますので、気持ちを切り替えて地道に土台作りから始めましょう。13個目の質問です。他の胸の種目は行ってもいいのでしょうか、または行った方がいいのでしょうかというご質問です。ベンチプレスの重量を伸ばすことを目的とするなら、ベンチプレスをやり込んだ方がいいです。ラックの使用制限がないなら、ベンチプレスのセット数を増やした方が効果は高いです。ただし、少しずつ全身的にですね。ラックを使える時間が限られている場合は、ディップスやダンベルベンチを行うことは有効だと思います。また、他の胸の種目が好きで、どうしてもやりたい場合は、行っていただいて問題ありません。トレーニングは自由に行って楽しみましょう。それが何よりも重要です。ただし、ベンチプレスだけに時間を費やした方が重量が上がるというふうに個人的には考えています。ご質問の14個目です。セットの途中で潰れてしまった場合、5セット目は同じ重量で行った方がいいですか？そこでセットを終了するか、重量を下げて規定のレップ数を行った方がいいですか？というご質問ですね。そこでセットを終了するかというのは、潰れた時点で終了するかということです。この場合、セットは終了せずにそのまま行います。10レップセットで10レップ行えない場合は8レップ。8レップセットで8レップ行えない場合は5レップ。5レップセットで5レップが行えない場合は3レップを目指して行ってください。そのレップ数も難しいという場合は、フォームが崩れないギリギリのレップ数を行ってください。重量は落とさずに、レップ数を落として規定のセット数やるようにしましょう。質問の15個目です。トップシングルはどのタイミングで行いますか？また、マックス挑戦はどのタイミングで行えばいいでしょうか？というご質問ですね。基本的にトップシングルは毎回の練習で行います。練習の流れとしては、アップをやって、トップシングルをやって、メインセットという流れで行ってください。
トップシングルはマックス重量のマイナス10キロからスタートして、成功したら次回の練習でプラス 2.5 キロ重量を足します。しばらくそれで進めていくとマックス重量ぐらいになってくると思いますので、その日の最終アップの段階で5割以上の確率でマックス更新ができそうであればマックス挑戦をしてください。ラックの使用制限の関係で時間がない場合はトップシングルを省略していただいても構いません。トップシングルよりもセットを行うことの方が重要です。16個目のご質問です。リロードはサイクルごとに入れた方がいいですかというご質問です。リロードは必ずしも入れなくても大丈夫です。疲れていても伸びるときはありますし、定性的な自己判断で入れるとチャンスを逃すことになることが多いというふうに感じています。僕も直近のマックス更新の時はエブリベンチで2週間ぐらいぶっ通しでやっていました。というか、だいたいリロードを入れてマックス更新ができるというケースが僕の場合はほとんどありません。ぶっ通しでやってる時にマックス更新することが多いです。先ほど定性的という話をしたんですが、定性的がダメなら定量的に判断してディロードを入れるという話になるんですが、僕の場合はマックス重量が 10% 以上落ちたらディロードを入れる一つのサインだと考えています。あとは3ヶ月ぐらい頑張ったら1週間休むとかでもいいです。ただこの3ヶ月頑張るっていうのは、例えばエブリベンチでとかっていう話ですね。週2回で3ヶ月とかではないです。どこかでまとまった休みを取らないと体の芯に残った疲労とか骨っていうのはなかなか回復しないので、本当にやり込んでるっていう自信がある方はどこかで1週間とか2週間とか休むのはありだと思います。あと一度ご自身の限界っていうのを測ってみるのもありだと思います。もちろん怪我はしない範囲でですね。僕の場合は40日ぐらい毎日5セット以上、多い時は10セットやったらどんどん出力が落ちていって、大胸筋の付け根がもう強烈に痛くなったので、ここが自分の限界だなというふうに見極めて、そこまでいかないように気をつけながらやっています。ご質問の17個目です。アップはどのような順序で行えばいいですか？例えば 137.5 キロのマックス挑戦の場合はどういうふうにしますか？という疑問点ですね。これは還暦薄毛のベンチプレッサーさんが18号プログラムを実施する中で疑問に感じていた内容です。ご自身のチャンネルでそういうお話をされていらっしゃいました。個人的な考えとしてはマックスのマイナス 2.5 キロかマイナス5キロまでアップで持った方がいいと思ってます。理由としては2つあります。1つ目は最終アップがマイナス10キロとかマイナス15キロとかだとマックス挑戦の成功確率が測りづらい、精度が下がるからです。マックス挑戦の成功率が低いのにマックス挑戦を行うというのは個人的にはお勧めしません。マックス挑戦をすると決めたからマックス挑戦をするのではなく、勝率が5割以上あるからマックス挑戦をするなどのルールを決めてそれに従った方がいいです。その上で精度を高めるためには最低でもマックス挑戦のマイナス5キロまでアップで持って、その段階で勝率が5割以上あったら実施するという形を推奨しています。2つ目の理由として重量を刻んでも上がる状態でマックス挑戦をするということです。先ほどのようにマックス挑戦のアップで重量を刻むと上がらないからアップの幅を大きくしたいというご意見があります。ですがこのご意見は裏を返すとそれぐらいギリギリのマックス挑戦だということです。そうではなくてアップ重量を刻んでもマックス挑戦が上げられるぐらいに力をつけてからマックス挑戦をした方がいいというふうに僕は考えています。ギリッギリのマックス更新はたとえその時に成功したとしてもその次のマックス更新までの期間を前借りしているに過ぎないんですよね。そのようなマックス挑戦を繰り返しているとどこかで必ず長い停滞を引き起こします。なのでマックス挑戦はある程度の成功確率を担保した上で行うということを推奨しています。この辺は自分の気持ちとの折り合いが非常に重要です。上げることを焦ると余計に上がらないということは誰しも経験があると思いますが、焦る気持ち、流行る気持ちを抑えることができずに先を急ぐ人が多いようにも感じています。僕のようなうつ病の人間がマインドセットを解くのは滑稽かもしれませんが、人生を生き急いで焦った末路が僕なので、急いでも焦ってもいいことはないということは強くお伝えしたいと思います。ということで今回は補足事項と質問回答ということでお話をしました。
ご質問点やご不明点がある方はうつベンチ LINE 公式アカウントにメッセージをいただくか、この動画にコメントをいただければと思います。このチャンネルではベンチプレスが強くなるための情報をいろいろと発信していますので、気になる方はチャンネルページに遊びに来てください。役に立ちそうだったらチャンネル登録をよろしくお願いします。うつベンチ LINE 公式アカウントでは無料でメニュー作成やフォームチェック、お悩み相談を実施しています。メニュー作成を3ヶ月以上続けていただいた方のマックス更新率は 90% 以上となっていますので、概要欄からお気軽に友達追加とメッセージをください。あとは YouTube の文字起こしとブラッシュアップのブログもやっています。今回の補足とか Q&A もブログの中にまとめていますので、じっくり勉強したい方はテキストで学習してください。18号プログラムの計算ツールとか RM 換算のツールなども置いていますので、よろしければベンチプレス研究所と検索して遊びに来てください。これからもベンチプレス頑張りましょう。それではまた次回。バイバイ。